二人ともおはよう。愛梨ちゃんおはよう。そういえばこの間の資料見てくれた？安心しなさい。ちゃんと2人分見てきたわよ。みのりの方はファン目線がしっかり生きてて、私たちの強みが発揮できそうでいい方向性だと思ったわ。しずくはプチプラに絞ったスキンケア用品の紹介って着眼点が良かったと思うわ。確かにこれなら続編を出すのもありかもしれないわね。よかったわ。じゃあこの方向で詰めていこうかしら。どっちの企画も改善できそうなところはメモしておいたから、もっといい企画にするように頑張りましょう。改善点まで？ありがとう愛梨ちゃん。そういえば愛梨ちゃんの企画はどう？私たちの方を手伝ってもらってばかりだけど。こっちは大丈夫よ。方向性は見えてきたし、これから詳細を考えるところだから、2人は自分の企画に集中してちょうだい。わかったわ。でももし手伝いが必要になったら言ってね。何かあったら遠慮なく頼らせてもらうわよ。それじゃあ早速今日の作業を始めましょうか。さてと、お風呂上がりのストレッチも終わったし、企画の続きを考えましょうか。2人に大丈夫って言ったんだし、中途半端な企画を出すわけにはいかないしね。確かお料理配信のレシピを考えるところからだったわよね。今挙げてた候補はこのシリーズありがたいことに結構好評なのよね。料理する人もしない人も楽しんでくれてるみたいでよかったわ。次もみんなが喜んでくれるような料理を紹介したいけど、どんな料理がいいかしら。野菜たっぷりの健康レシピとか、手軽に作れる時短料理とか、テーマはいろいろあるけど、こういう時はファンの声を聞くのが一番よね。コメントにヒントがあるかもしれないし、過去のアーカイブを見てみましょうか。なるほどね。前回反響が大きかったのは作りやすいレシピを選んだからっていうのがありそうだわ。コメントとかお便りで親に作ってあげたら喜んでくれたとか、あまり料理しないけど作ってみたら楽しかったって言ってくれてる人も多かったし、私たちのファン層を考えても慣れてる人向けのものより初心者でも手軽に作れるってところに着目した方がいいかもしれないわね。そうなると次の配信はさて、それじゃあいつもの進捗確認だけど、今日は私からさせてもらうわね。この前話したお料理配信の続編についてメニューの方向性が決まったから共有させてほしいの。どんな料理にしたの？ズバリご飯が進む簡単レシピよ。ご飯が進む簡単レシピ。そうよ。前回の配信の反応を振り返ってみたら、普段あまり料理をしない人からも好評だったことが分かったの。確かにあの時の愛梨ちゃんは作りやすさ重視でメニューを選んでたもんね。だからこそいろんな人が自分も作ってみようって思ってくれたんだと思うわ。それで今回もそういう人たちに刺さる企画にしようって思ったの。だから簡単レシピなのね。簡単に作れてご飯も進むなんて
きっとみんなも作ってみようって思うよ。そう言ってもらえて安心したわ。あとはせっかく紹介するなら栄養バランスも意識したいわね。野菜とか体にいいものをたっぷり使って美味しくて健康にもいいレシピを紹介していこうと思うの。候補が決まったら何品か作ってみる予定だから、その時は試食に付き合ってちょうだい。やったー、愛梨ちゃんの手料理今から楽しみだな。私たちの企画もたくさん助けてもらってるし、今度は私たちが愛梨ちゃんの力にならなくちゃね。じゃあお願いね。この企画をもっといいものにするために引き続き協力してちょうだい。さて、これでレシピの材料は揃ったわね。今日はこれでお料理配信の秘策を作っていくわよ。なんだかもうお腹空いてきちゃった。ちょっとさすがに気が早すぎでしょ。今回は本番を想定して作るから、気になったことがあればどんどん言ってちょうだい。レシピだけど候補は三色丼、大根の葉とお揚げの和え物、それからツナバターライスの3品ね。調理は2人にも手伝ってもらうからよろしくね。わかったわ。うまく作れるように私たちもお手伝い頑張るよ。頼んだわよ。それじゃあ早速始めましょうか。三色丼にのせるのは鶏そぼろといり卵、それから炒めたピーマンだったわね。そぼろと卵は相性バッチリだし、ピーマンは栄養満点だし、あ、これって今流行りの完全栄養食なのでは？それはさすがに言い過ぎでしょ。栄養たっぷりなのは間違いないけど。あ、でもピーマンって苦手な人結構いるけど大丈夫かな？それについては問題ないわ。そういう人のためにさやえんどうや小松菜で代用するレシピも用意してきたの。本番でそれも一緒に紹介するつもりよ。ああ、そんなところまで考えてるなんてさすが愛梨ちゃん。次は大根の葉の和え物ね。大根の葉って捨てられがちだけど、こうやってアレンジしたら使えるのよね。ええ、栄養も豊富だし、実はいろいろと有効活用できるのよ。独特のアクがあるけど加熱すれば苦味も抜けるし、今回は桜エビを入れて風味も良くなるように工夫してみたわ。それ絶対ご飯に合うと思う。早く食べたいな。ツナバターライスのツナは油を切って使うのね。ええ、でも好みで変えてもいいと思うわ。こってりが好きな人は油をそのまま使ってもいいし、あ、予備で買ってきたツナもあるし、せっかくだから試してみましょうか。やったー、食べ比べだね。完成よ。これで作る予定だったものは全部できたわね。どの料理の調理もスムーズにできたし、この流れで紹介すれば当日もうまくいくんじゃないかしら。それにどれもすっごく美味しそう。もう匂いだけでご飯が進みそうだよ。私もお腹が減ってきちゃったわ。じゃあお待ちかねの試食タイムよ。手を合わせていただきます。いただきます。この和え物とっても美味しいわ。ご飯との相性も抜群で。よかったわ。
みのり、そっちのツナライスはどう？みのり？ちょっと黙ってるだけじゃわからないでしょ。あれおかしいな。いっぱい美味しいって言ってたつもりだったんだけど。心の中で言っても仕方ないでしょ。あと美味しいだけじゃ食レポにならないからね。確かにまだまだ修行不足でした。とにかく味も好評みたいで安心したわ。調理時間の尺もちょうどよかったし、全部作って配信しても良さそうね。さっき話に出たアレンジレシピの紹介方法も考えたいから、そのあたりを含めてもう少し練っていきましょうか。おはようございます。ただいま戻りました。ただいま。ってあれ？なんだかいい匂いがするね。あら、二人ともお帰りなさい。実は今度の配信で作る料理を試食してたんだ。そうだったんですね。どれもすっごく美味しそう。もし小腹が空いてたら試食に付き合ってくれない？料理も出来たてだし、せっかくだから食べてもらえると嬉しいわ。そうだね。お腹も空いたし、愛梨の手料理いただこうかな。じゃあご飯をよそってくるから待っててちょうだい。うまくできたと思うから期待してくれていいわよ。